皆さん、こんにちは。日本語ポッドキャストジャパミミです。今日も一緒に日本語の耳を鍛えましょう。今日のテーマはお箸のマナーです。皆さんはお箸でご飯を食べたことがありますか？お箸のマナーについて何か知っていますか？実はお箸には NG マナーがたくさんあるんです。例えば、ご飯を食べるとき、ご飯にお箸を立てるのは NG です。これはマナーが悪いです。NG というのは英語の not good から来た言葉です。悪いという意味です。だから、お箸のマナーを勉強して、きれいにご飯を食べるのはとっても大切だと思います。そこで、今日のポッドキャストでは、このようなお箸の NG マナーを7つ紹介します。1、立てない。2、渡さない。3、刺さない。4、舐めない。5、探さない。6、叩かない。7、人に向けない。今日のポッドキャストを聞いたら安心して日本料理が楽しめると思います。全部のマナーを今すぐ覚えなくても大丈夫です。一つずつ練習していきましょう。今日は N5 から N4 ぐらいの言葉と文法をたくさん使うので、ぜひ最後まで聞いて一緒に練習してください。ジャパミミ。まず一つ目、ご飯にお箸を立ててはいけません。なぜお箸を立ててはいけないんでしょうか？実は、お葬式の時にご飯にお箸を立てることがあります。亡くなった人が旅立つ時に大切な儀式です。ご飯を食べる時にお箸を立てると死を思い出すかもしれません。だから、お箸を立ててはいけません。二つ目、お箸で食べ物を取って他の人のお箸に渡してはいけません。これもお葬式で使うマナーです。お葬式ではお箸で骨を人から人へ渡します。だからご飯を食べるときに食べ物をお箸からお箸に渡すととても失礼になります。食べ物を渡したいときは一度お皿に置いてください。そして相手の人にお箸で取ってもらいましょう。三つ目、お箸で食べ物を刺してはいけません。これは子供みたいな食べ方で、綺麗な食べ方ではありません。食べ物はお箸で挟んで食べるのが綺麗です。でも、時々お箸で食べ物を持ち上げるのが難しいですよね。例えば、スープやチャーハン、カレーやシチューなどはお箸で食べるのが難しいです。私は日本人で毎日お箸を使いますが、このような料理をお箸で食べるのは大変すぎます。このような時はスプーンやフォークを使っても大丈夫です。全然問題ないです。4つ目、
お箸をペロペロ舐めるのはマナーが悪いです。ご飯を食べるとき、大きい音を出したり、舐めたりするのは汚いと思われます。食べるときはお箸を口に入れて静かに食べるのがいいでしょう。でも、日本人がラーメンやそばを食べるときはちょっとうるさいですよね。でも、日本では麺料理を食べるとき、ズルズルという音を立てて食べるのがいいマナーなんです。昔からこのような食べ方は美味しいものを食べているジェスチャーの一つだったそうです。でも、麺料理じゃないときは静かに食べましょうね。5つ目。お箸でお皿の上の食べ物を探すのは良くないです。どれを食べようかなーとお箸でつつくのも良くないです。食べる前に料理を見て決めてください。食べる前にお箸で食べ物をたくさん触るのは綺麗じゃないと思います。でも、初めて食べる料理の時はちょっとギャンブルかもしれませんね。料理を見てもどんな味か、どんな食べ物かわからないかもしれませんよね。まあ、それも経験の一つだと思ってハプニングも楽しんでください。6つ目。お箸でお皿やテーブルを叩いてはいけません。子供が時々お箸で遊ぶことがあります。お箸を叩いて楽器みたいに遊ぶこともあります。でも、これはマナーが悪いので、このような時、お父さんやお母さんは子供をよく叱ります。音楽を楽しみたいならご飯の後にしましょう。それでは最後、7つ目。お箸を他の人に向けてはいけません。これも NG マナーです。お箸は細くて尖っているので危ないです。他の人にお箸を向けるととっても危ないし失礼になります。お箸はご飯を食べるときか料理をするときにだけ使いましょう。以上、お箸の NG マナーを7つ紹介しました。全部日本でご飯を食べるときにとても大切なマナーです。でも難しいと思わないでください。日本人も子供の頃に少しずつ学びます。私もお箸のマナーが悪くて両親に怒られたことがあります。だから心配しすぎないできれいに食べようという気持ちを大切にちょっとずつ練習してみてくださいね。ジャパ耳。それでは今日のポッドキャストはここまでです。今日は日本のお箸の NG マナーを紹介しました。皆さんがお箸でご飯を食べるとき、今日のポッドキャストを思い出してくれたら嬉しいです。お箸のマナーも大切ですが、きれいに食べよう、ありがとうという気持ちもとっても大切だと思います。日本でご飯を食べるときは、いただきますとごちそうさまも忘れないでくださいね。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。